皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間です。このチャンネルはスポーツ文化評論家、玉木正幸を送るスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正幸さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日は大相撲のことを取り上げようかどうしようかと思ったはい。んですけれども、青錦がね、すごかったうん。ですね、優勝よう決定戦でやくね。優勝しそれましたね。ですごかったので、思わずこれはウクライナの問題にしないとダメだと思いはい。まして、おまけにウクライナ、すごいですね。だからやっぱり、ドローンは、なんかすごい性能ですね。かなりの距離でロシアを痛めつけているという。うん。そん、そんなこと思いましたんで、はい。もうこの方には絶対出てもらわないといけないとはい。思いまして、出てもらいました。で、ゲストは大和大学の佐々木正明さんです。佐々木さん、久しぶりです。よろ大しくお願いし沢です。よろます。しくお願いします。いお願いします。青錦、すごかったですね。や、すごかったですね。すごかったあの、ですね。東映戦、最後足を引きずりながらね、うえそうしん。たっていうのも、やはりすごいですし、よく15日間戦ったと思います。なんかね、やっぱりかなり悪かったですかね。骨折ですか指先っていうのは。はい、味が悪かったが、もう、毎日場所ができる状態でなかったということをおっしゃっていましたし、ええ。本当に気迫の勝利、優勝だったと思いますね。それはどのあたりから出てくるんですかね。ウクライナ人の、なんか、DNA の中にあるんでしょうかね。どうではい。すか？よくね、ウクライナ人と話すと、我々に、日本には侍がいるし、私たちにはコサックがいるって言うんですね。あ侍魂みたいなものです。あ、はいはいは人といういはい。のは、最後は根性の魂で、最後まで粘り強く戦うというのが、コサックというね、農民兵のことを言うんではいはいはい。す。はい。なるほどね。これは大鵬さんもですね、最後、お父さんがウクライはい、ナ人だったんで、このコはい、サックのことを最後ね、お亡くなりになる前も、ウクライナのハリコフというところに行っはい、て、はい。それでいろいろ勉強なさったということも聞いておりますね。ああ、そうですか。コサックって聞くとね、我々はどうしてもロシアのことを思い出してしまうっていうか、そうですコサッね。クはロシアじゃないかって、それこそなんて言いますか、ピロシキとかね、それからなんですか、スープは、あの、ボルシチ。ボルボルチ。チ。うん。あれなんかも、ロシアだと思うんですけども、あれ実はウクライナなんですよね。はい。ですからね、私たちが、ウクライナに抱いているイメージというのは、ソはい。連時代とか、帝国はい、はい。ロシア時代とか、ウクライナが国じゃなかった時代の、ウクライナの文化、政治はい。構造、はい。そのウクライナ出身の実は偉人もいるんですけども、やっぱり私はモスクワから、こうした情報を得ていたんだなと、モスクワでいろいろかかああ。った情報なんだなというふうにも思ったことがありますね。なるほどね。我々どうしてもね、それこそバルト三国、エストニア、リトアニア、ラトビアのも含めて、それからウクライナ、それから、ベラルーシもあるでしょうし、それからアゼルバイジャンの方もあるでしょうけれども、あのあたりは全部民族も違えば考え方も文化も違うんですよね。はい、おっしゃる通りです。実はイスラム教徒も多いですしね。はい。あの辺に仏教徒もいたりするんですね。ウクライナにおー。はユダヤ人も多いです。あで、ー、バルトも全く言葉も違いますはい。しね。そしてベラルーシも実はロシア語を今喋ってるんですけども、ベラルーはい。シ語っていうのは実はウクライナ語とかポーランド語に実は近い言語ああ、そうですか。なんですあよ。ですから、民族のまだら模様っていうのは確かにあの辺にもあって、あ、それぞれやはりこのソ連邦崩壊の後ですね、独はい。立国家となって、それぞれはい。の国のアイデンティティというのを示した状況にあって、そこかうん。ら30年、経つということなんだと思いますけどね、30年。ええ、私がロシアに行った時は、ソビエトが崩壊寸前の時でして、1994年そこね。からサンクトペテルブルクで、タクシー運転手にちょっと騙して、ターリンまで、エストニアのターリン、首都ですね、まで行ってくれって言って行かして、ちょうど200キロぐらいですかね、距離がね。
東京から名古屋ぐらいだったと思いますけども、行った時に、当時はもちろん国境はありませんよね。ソビエトの最後ですから。ところが分かったのが、今国境を越えたぞっていうのがね、分かるんですよね。というのは、あ行ったのが2月でしたから、周り全部真っ白の雪原だったのが、突然小さな川を渡ると、お花畑になるんですよね。あれはなんだこれはと思って、ここで止まってもらって、外に出てみたら、これ絶対あそこが国境だと思ったら、やっぱりそうだった。やっぱりなるほどね。国も地域も違うんですね、バルト三国もね。あれは面白かったなというすごい体験だったなとまあ、思ってお玉ります。木さんがその越えられた思い出の川というのは、多分あの辺のえ川だなって、名前はちょっとわかりませんけども、はい。今はね、緊張の地域ですね。ですからこれ聞くあとね、よく言われるんですけども、まあ、はい。私がエストニアから入るとですね、はい。スマホをね、傍受されて、情報が抜き取られるんです、ロシア側が。おーっと。ですから、あの辺は近づいてはいけないということも言われておりますし、今、ドローンがはい。出てくるんですよ、ロシはい。ア側から。なるほど。これはね、非常にね、緊張した、地域になうん。っていますうん。ね。ロシアというのはどうなんでしょうね。そういうので、拡張主義というんでしょうか。そういったものがやっぱりどうしてもあるんでしょうかね。はい。拡張主義はもちろん帝国主義時代はありましたはい。し、プーチン大統領のマインドの中にですね、かつはい。て超大国を誇った時代の、まあ、面影というか、原はい。型があるんです。で、プーチンああ。大統領以外にも、やはりそのソ連時代に生まれ育った人、うソ連時ん。代に教育を受けた方は、まあ、このお年寄り、まあ、40代、45、50代以上ですかね。はい。当時のソ連の強い時期の面影があって、それをああ。追い求めてるんですね。なで、プーチン大るほど。統領は、ソ連邦崩壊は地政学的な崩壊、悲劇であるはいはい。と言っていて、まあ、プーうん。チン大統領のマインドっていうのは推し量ることはできないんですけどうも、ん。ソ連時代のあの国土を復活させようとしている。なるほど。これに基づいて、多くの国民、ロシア国民が、まあ、プーチンを支持している層の中にいるんです。はい。ですから、拡張主義っていうのは、ソ連時代の復活ということに帰結するんではないかなというなるほどね。ちょっね。ともう少しその話お伺いしますと、はい。ソ連の国民的にはどうなんですか？その拡張主義のようなものを支持する声っていうのは結構多いんですかね。実はですね、えこれ、少し歴史的なものを紐解くとですね、え、スターリンという、はい、経営者がいたんですね。はい、でね、スターリンというのは、ソ連邦を作ったときに、例えばその民族がいた土着の地域っていうのがあるんですよ。土はい。着の地域を、例えば西側にあったものを東側に持ってくる。民族の大移動っていうのを指したんですね。西側にあ、いる民族を東側に持ってくる。はい。逆に、極東にはロシア人を住ませるというようん。うなことをやったんです。となると、よくは犯罪者やなんかをシベリアの方に送ったとかっていうのも、それもそれの、まあ、スターリはい、ンのね、伝統的なやり方だと思いまはい。すが、実はね、カザフスタンとかにもね、ロシア人がいるんです。おー、ウクライナにもロシア系の住民がいるんです。はい、はい。ですから、実は、クレムリンを気球している民族っていうのは、ソ連邦崩壊をして35年が経ちますけども、うん。この国にまだいるんです。バルああ、ト三国になるほど。もいます。なるほどで、そね。の人らをね、使って、実は、スパイを送り込んだりとか、あ工作をしたりとか、これはね、バルトでも大きな問題になってますし、なる民主主義ほど。国家では政党と結びついてますんで、うクん。レムリンに息のかかった政治家って結構いるんです。なるほど。それはもちろんウクライナにもいるということにいます。はい、おっなるわけですね。しゃる通りですね。スターリンというのは、もともとグルジア人ですよね。グルジあの、ア人です。はい。ね、グルジアで、ロ茶ワインをシア人じゃ好んでね。ないんですよね。そうなんですね。なんか不で、思議なことですね、考えそうですね。てみれば。グルジアという国は、まあ当時もちろんええ。なかったんですけど、あ、エジョージ、リートはね、はい。そうですね。エリートはね全部ね、モスクワに来るんです。で、モスクワに住んおー、でる人っていうのは、まあ、全ロシアの中で、まあ、エリート中のエリートが住めるんであー、すね。ですから、エなるリートって意識はもちろんあるんですけども、はい。まあ、グルジア人っていうのは、エリートとしてのグルジア人であって、うん、まあ、グルジアに住むグルジア人とは全く違った意識だうん。と思います。
今、グルジア人って言ってましたけど、ジョージアですよね。まあ、ジ今のョージアですね。はい、おっしゃる。呼び名の。あれ、ジョージアって聞いたとき、私は逆におかしいなと思ったのは、なんかアメリカのジョーアジア州メリカのジみたいな ョージアね。感じがしてね。やっぱり、それは、ソビエトって言いますか、ロシア帝国から逃れたいという意識の表れですかね。まあ、ロシア語の表記っていうのが、はい。そのソ連時代の、各地域、各場所にあるんです。だから最おー、も、わかりやすいのは、キエフっていうのはロシア語なんではいはい、キエすね。フ。それをキーウというしたのあ、が、キーウ、はい、ロシア、変わりましたね。はい。ウクライナ語にしたと。もちろんグルジアも当時のロシア語の響きおー、で、まあ、ジョージア語にすると、ちょっと違った言葉になうるんですね。ん。なるほどね。まあ、ちょっと話がそっちの方に先に行ってしまいましたけれはい。ども、どうなんでしょう、ウクライナの人たち、今回の青錦の優勝については、どのように見られたのか、どのように感じられたのか、そのあたりはいかがですか？はい。まずこの3月場所からちょっと考えなきゃいけないんですけど、はいはい。やっぱりそこで、怪我をしてしまっはい。負けて、越しちゃったですね、負け越してしまった。はい。そして大関陥お、落したという怪はい。我が出れなくてね。はい。まずここで、大相撲のね、その大関を陥落したらどうなるのってことは何度も聞かれました。あ私自身、あ、ウクライナでね。で、はいはい。それぐらいこの1月場所の優勝っていうのは、とても大きなものだ。うん、うん。そして、私がこの1月、3月、5月、7月、まあ去年から回して思うのはい。は、大相撲がですね、ウクライナ全土で認められるようなスポーツになっていきました。格闘技になっおー、ていきました。で、例えば場所が始まると非常に大きなスペースで、はい。全国放送も報じますし、特に終盤になると、優勝争いをしているとです。ライバルの、取り組みなんかも報じるようになった。おー、そして、ウクラ、あの、大関という制度とか、歴史にはい。なってどうなってなるのっていうことも、だんだん分かってきたような。はい、はい、はい。で、そして大関陥落をして、次の場所10勝以上すると、はい。大関に戻れますよ、というん。うことも、ちゃんとね、分かってきたよああ、なるほど。ううな。ん。で、今場所、種子もちょうど、すごく調子が良かったはい。ので、よかったですね。ははい、い。ダブルでね、報じられていて、ね。で、もうあれですね、優勝した時には、まあ、ウクライナのスポーツ連盟だったりとか、ウクライナはこう全土のですね、はい。声だったりとか、非常にね、大きな、話題になりましたね。ああ、そうですか。それはどうなんでしょうか。一方で、最近のウクライナというのは、ロシアに対するそのドローン攻撃の、なんとか、凄さと言いますか、まあ、かなり、有効な攻撃をしていると、その辺と結びつけてなんてことはあるんですかね。そうですね。実は今年に入ってですね、例えば、はい。5年目に、大規模戦争から5年目になるんですけども、はい。奪還する領土が増えたよとから、というこはい。とだったりとか、ウクライナから、ドローン部隊が、ロシア全土に、幅広く攻撃うん。をしていて、まあ、好調であるねという声っていうのはあうん。るんです。ただ一方でですね、これ日本で報じられてないんですけども、はい。報じられてないんですが、報復もあるんですね。はい。ですはい。から今年はね、非常に、市民が犠牲になって、はい。で、おとそれはキーといもありウにましたし、対する、キーウに対する攻撃なんかもありましたですあります、よね。あります。はい。で、ここで、まあ、軍事工場があるよということで、ロシア軍は狙ってくるんですけども、はい。ドローンの襲来も多いですし、うん。ミサイルね、巡航ミサイル、高速ミサイルを撃ってくるんです。おー。で、8月1日だったかと思いますけども、はい。パトリオットミサイルがもう枯渇しておりまして、はい。迎はい。撃できなかったんですね。うん。そこでね、多くの人が亡くなりました。で、ああ、そうですか。青錦のふるさとであるビーニッツァにもミサイルが来はい。ましてですね、これも非常に大きな被害に遭ったんですあね。あ、そう。これ、ですから、ウクどうライナのなんでしょ好調っていう、ごめんなさいね、ウクライナの好調っていうのは裏返してう。報復はい。もあるというのが現状ですかね。なるほどね。最前線といいますか、ロシアが攻めてきた前線自体は、まあ、動かないっていう状態になってる感じですよね。はい、これはお動いてませんね。ね。戦争研究所も緩慢な動きということを言ってますし、うん。さらにまた、大きなニュースというのは、
ロはい。シア側の犠牲者も多いんです。前線。ああ、はい。ですから、これは無理な攻撃をしているということも言われておりますし、うん。逆にロシア側の兵士が足りなくなっているとはい。な状況でもありますかね。なんか北朝鮮にもう一度こう、兵士を要求したり、それからアフリカからそれこそ人身売買のようにして、人を集めているというようなこともニュースとして伝わってますけれども、かなりロシアも疲弊していることは確かなんですかね。はい、疲弊しておりますね。ああ、まず兵士の数で言うと、今ね、戒厳令下にあって、プーチン大統領というのは、法的にも徴兵はできるんですよ。はいはい。これをやるとね、諸刃の刃で、今度は政権が、今度攻撃うを受け、ん、政権基盤うん、が崩れてしまう。うん。ですから、そのもろ、殿下の報道って使えない状況なんです。あで、ここあ、を養うために、外国の傭兵というのを、実は養おうと、入れようとしていて、そうしたフェイクニュースを使ってアフリカの、あの、はい、本当は出稼ぎに来た国はい、民男性を兵士に、雇い入れて、前線に行かしたり。北朝はい、鮮はね、これはね、すごくこれは日本怖い話なんですけども、ええ、今回の戦争っていうのはドローン戦争なんですね。はい、はい、はい、から、NATO 軍に打ち勝とうとするドローン戦術、はい、レーダー、はい、さらにどのようにしてドローンを防ぐかってアンチドローンのような作はい。戦をね、現場で、これ、実践を積んでいるんですよ。おー、これ、韓国の方は非常にこう警戒をしております。やはい、はり、昔ね、ベトナム帰りとか、アフガン帰りのアメリカ兵というのはよくはい、ニュースにもなりましたけども、今はい、度は、ウクライナ帰りの北朝鮮兵というのが、はい、3に発動線につくわけですね。えいずれ、その、ソウルに嫌がらせをする可能性もありますし、はい、でこれは、北朝鮮兵が、ウクライナに、まあ、派兵をしていると、派遣をうん、しているという実態は、ウクライナ戦争のアジアでの直接的な影響ということを裏表す、うをん、表すものなんではないかなというふうにも懸念しておりますね。なるほどね。それで、まあ、セイターというか、まあ、急いだ結論を、佐々木さんに要求しても仕方ないんですけども、これどうなんですかね、見通しとしては。はい。い、まずですね、はい、ちょっと今現状が違うのは、ロシアも非常に、まずい状況になってきた。例えばガソはい、はい、リンがですね、ない状況だったりとか、これ日本でも報じられてますけども、ネット通販大手の倉庫がですね、はい、はドローンのい、被害に遭って、黙々会いましたね。と、黒煙が上がる状況、はい、記録もあったんですね。で、やはりロシア市民というのは、先行きがかなり暗いとういうことん、を感じ始めた時期。なるほど。ね。で、あと、ロシアの財政も非常に苦しくなって、うん、う増税ん、をしなきゃいけないですし、うん、あと、やはり、その、軍事工場が被害に遭ってますので、はい、到達できない可能性があると。うで、一方ん、でウクライナもですね、実は兵士も足りないという状況、うん、もあり、やっぱりかなり疲弊している状況で、果たしてどうなるか。で、ここに仲介をしてきたトランプ大統領はい、の、この中間選挙の後の、うん、状況というのは非常に大きく左右してくる、ではなないかるほどね。なというふうにも思います。なるほどね。まあ、戦争の行方と、それこそ青錦のことをそれほど結びつけてという、無理にと、結びつけるのは良くないと思いますけれども、それはどうなんでしょうか。青錦としては、横綱目指して、ということで、青錦がもしも横綱になったら、ウクライナ国民にとっては、相当、なんて言いますか、精神的エネルギーになるもんなんでしょうかね。そうですね。実は、今、海外でね、はい。活躍するウクライナ人というのは、はい。ウクライナ市民、特に子供たちのね、あお、勇気、ああ、将来を鼓舞する存在はい。ではあります。私、うん。ビーニッツァに行った時も、子供たちと話をしていて、まあ、私、三はい。重県出身なんですけども、あ、これは岩手の少年が、大谷翔平を見てる目と一緒だなと。ああ、被災地で野球はい、はい。をするね、岩手のせ、東日本の大震災の後ですね。はい、一緒だなと思ったんですうーね。ん、なやはりるほど。今回また大きくなっていくにつれ、
大相撲というのがオリンピックだったり、サッカーだったり、はい。ウクライナでとても、これボクシングとかね、はい。はい。人気なんですけども、そうん。のうちの一つになるという一方でですね、うん。実はこれ、青錦も感じているところでもあるんですけども、はい。今はね、スポーツをやってるどころではないというね、うん。ね、じっと気持ちもあるんですね。できれば帰っはい。て戦うということが本来ではないかというふうにも声も一部あるんですよ。なるほど。ですので、これやっぱりね、ちょっとね、青錦関が、うん。ウクライナについてコメントしない、うん。親方もさせないようにね、配慮している、ストレスにもなりますし、なるほど。目指してほしいって配慮だと思いますけども、うん。本来のね、青錦の気持ちというのは、ま辛いということもあるうし、ん。私が思んぱかると、ロシアは憎いと。う自分ん。ね、うん。生まれ故郷をここまでこう蹂躙する。そしてスポーツも、あり方も蹂躙されている。はい。で、その中で一心不乱に、横綱を目指すという、なんていうん。うのかな。今、自分がやることはこうだと思って、青西、はい。毎日この稽古をしてるんだうん。と思いますね。すなるごいほどね。複雑な状況だと思います。まあ、もちろん青錦には何の罪もないわけなんですけれども、国の状態なんかを考えると本当に難しいことだと思いますね。ただまあ、今回はそういうことを話していただいたんですが、一方で IOC がすごい決定をしまして、ロシアとベラルーシに対して、オリンピックの、まあ、いわゆる、なんて言いますか、制裁をですね、解除したというのがあります。さて、そのオリンピックにウクライナとベラルーシが出てくることはどうなるのかっていうのを、これは次回にちょっとぜひとも聞きたいと思いますんで、佐々木さん、また次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。おあ願いします。今日はどうもありがとうございました。りがとうございました。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムのテーマは、ロシア・ベラルーシのオリンピック復帰は、ウクライナ侵攻にどんな影響を及ぼすのかです。引き続き佐々木さんと共にお送りします。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。